タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて気づけば95週間が経ちました。今年もあの甘い桃が食べたくて山梨県笛吹市の見晴園へ向かいました。到着するとすでに観光バスがずらり、海外からの旅行客も大勢いて、店内は賑やかな異国の空気に包まれていました。受付で駐車場を案内してもらい、貴重品だけを身につけて準備完了。バッグ持ち込み禁止のルールにちょっと驚きながら桃園へと向かいます。桃の木が並ぶ園内では外国の人たちが笑顔で桃をもいでいます。ニアは異国ムードに少しそわそわ。ニアが迷惑をかけないように飼い主たちは少し離れた場所で桃狩りを楽しみました。固めのサクッとした桃からとろけるような柔らかさの桃まで、どれも糖度たっぷり。ただ店内のルールでニアに桃を食べさせられなかったので、ニアには桃の香りだけのお裾分けです。続いてバスで5分ほどの巨峰園へ。ここは打って変わって静かな雰囲気。大粒の巨峰を口に入れて果肉を吸い出してみると果汁がはじけて口いっぱいに甘さが広がります。スーパーのものとは別物の美味しさに思わず笑顔がこぼれました。お腹も心も満たされた夏の一日。来年はもう少し穴場を探してのんびり味わう桃狩りをしてみたいなと思いながら帰路に着きました。お盆休みが始まった8月の3連休。夜が明け始めた朝5時、自宅を出発し南房総野島崎灯台の近くにある笛吹公園へ向かいました。前回はクアラインの渋滞に捕まりましたが、この日は渋滞なし。約2時間で笛吹公園に到着しました。海辺に降り立つとすでに海水浴の準備をする人たちの姿。けれど思ったよりも人は少なく、テントの設営ものんびり。気温33度、水温27度。潮は満潮から干潮へと移り変わる時間でした。遠さの海を歩いていつものシュノーケリングポイントへ。潮が引いた後の潮たまりには小魚や貝、エビたちが取り残され間近で観察できます。ニアはボートに乗って移動し、岸が近づくと勢いよく飛び込み岩場をクンクン磯の香りを楽しんでいました。今回は水中カメラも持参。ゆっくり潜ってみると三つ星クロスズメダイがイソギンチャクと寄り添う姿や色鮮やかなウミウシも発見。前回見られなかった生き物たちに出会え満足の時間になりました。最近海に行くと以前より海水浴を楽しむ人が減ってきたなと感じます。イベントのない休日なんて本当に空いていることも。もしこのまま人が減り続けたら海の家や近くのお店、宿泊施設の売り上げが減って地域の経済に影響が出ます。駐車場やシャワーなどの施設も維持が難しくなり、閉鎖される海水浴場が増えるかもしれません。人が少なくなれば浜辺の清掃活動も減り、景観が損なわれる恐れもあります。人が減る理由はいくつもあります。猛暑や台風、砂浜の浸食などの自然環境の変化、そして屋内で楽しめるレジャーや動画配信など涼しくて快適な選択肢が増えたこと、さらに運営する側の高齢化や人手不足、利用者のマナーの低下もあります。だからこそ私たち一人一人の行動が大切。安全対策をしっかりしてゴミは必ず持ち帰ることで運営者の負担を減らす。さらに
来た時よりもきれいにすることで、海水浴から始まる街の美観化にもつながり、観光資源の維持向上につながると思います。午後3時、海を後にして広へ。ところが立山道が大渋滞。一般道も立山道の渋滞を避けるために流れてきた車で、こちらも大渋滞でした。木更津に着いたのは午後7時。休憩のためにコストコに立ち寄り、給油と軽い夕食を調達し、夜8時過ぎに適用されるアクアラインの割安料金を待って帰宅しました。海の透明感と思わぬ渋滞、そんな夏の一日も、最後には花火の打ち上げも見れたので、良い思い出になりました。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。